どういうものを名誉毀損だとしてやったかというと、こういうことです。菅野保アメリカでの前歴。この配信を見て、神戸の野球とか何なんで行かれたんやと思って、例えばこれ見て、自分もとか思って今ビビってる人いるかもわかりませんが、まず一つ申し添えていかなきゃいけないのは、もう遅い。もう遅いねや。あともう一つ、鍵屋側にしても同じです。鍵屋側にしても同じや言うてるのとそう言うてるように、逃げれないです。で、唯一逃げれる方法があるとすると、これはほんまの話やで。一部ご報告記法ではあるんですが、私に対する名誉毀損の投稿、名誉毀損にあたる投稿を、行ったものらを、今順次、開示請求をかけてまして、そのうち3件が、認められたということの開示請求が、発信者情報開示請求が、裁判所が、こちら請求をかけたところ、裁判所が OK よと。これはもう名誉毀損よねと。だから、プロバイダーさん、発信者の情報を開示しなさいよという命令が出たということです。そのうち1件はもうすでに皆さん、お気づきというかご承知というか、こっちが積極的に告知したわけで、皆さん、鋭敏に神戸の夜景こと元釜闇妃であるということは、一部の皆さんが鋭敏に見抜かれてもネットでの噂になっている通りであります。で、残り2人に関しては誰とは言いませんが、残り2人も大物です。都合3人、今回通りました。で、そのうちの3人のうちの1人が神戸の夜景だったということですね。で、この3人のうちですね、兵庫県民は1人しかいませんでした。残り2人は、兵庫県に住んでません。で、大阪に住んでるとか、奈良に住んでるとか、京都に住んでるとか、鳥取に住んでるとか、岡山に住んでるとか、香川、徳島に住んでるとか、近所の人でもないです。遠いところに住んでありました。海外じゃないですよ。なので、斉藤支持者のインフルエンサーが、ひょっとして、ほとんどが県外の人間なんじゃないかって言うたら、っていう仮説がですね、正しかったということが立証されつつあります。そりゃそうですよな。だって立花隆かってよそもんやしね。そもそもは。いや、だから、広尾とかね、麻布とか、俺の生活圏内に住んでたらおもろいやっちゃって思うねんけど、そんな俺の生活圏内に住んでへんからね。で、3人とも同じようなお手紙を送ったんですが、そのうちお手紙に対する反応があったのはお一人だけであったということでありますな。残りはもうお手紙を無視されておられるということです。きっと黒柳さんなんだと思います。ということです。で、通った開示請求の内容がどういうものを名誉毀損だとしてやったかというと、こういうことです。菅野保アメリカでの前歴、裁判を放棄し日本に逃亡。1997年テキサス州で交際中の女性に暴行を加えた菅野氏は傷害罪で逮捕され、1998年に罰金$650と保護観察1年の判決を受けたが、裁判を放棄して日本に逃亡。現在も逮捕状が有効であり、日本を離れる限り逮捕されないという、わけのわからんことを書いてですね、これで、裁判所は、はい、そうですねと。こっちは、そうじゃないですよというエビデンスを見せてね、そうじゃないですよということを裁判所に見せたから、裁判所はツイッターと携帯電話会社とに契約者の名前を出せということを言うて、名前と住所と電話番号が全部分かったということです。あともう一つはこれですな。あともう一つはこれですな。なんかこんな一生懸命こんななんか雑誌のやつとかつけてですね。柴木大が兵庫県庁に大集結、ドンマッツに続き国際逃亡中の犯罪者菅野保も参戦。まさに獣の群れ。罵詈雑言、暴言を吐き暴徒化、兵庫の治安を生み出す彼らの商業をぜひ皆様ご覧ください。兵庫の治安を生み出す言うて、これ書いてるやつは兵庫県民ちゃうかったんですけどね。これ書いてるやつは兵庫県民ちゃうかったんですよ。どの立場から言うと。で、これに類することを書いてるやつはぎょうさんいますが、昔からちょこちょこやってるのは実の裏でだいぶ裁判買ってるんですよ。表で言うたらね、雑魚引っかからへんと思って、今も裁判別件でこれ兵庫と関係ないところと同じこと言うとるやつを、芝居とるとこなんですよ、裁判で。
ちょっと飲んでません。一滴も飲んでません。原稿忙しいのに。類することを書いとるやつは、まあ、裏で書いても、とある漫画家さんとかね、この間、しれっと裁判に負けてはりましたけど、言うてへんけど、表で。で、年に3人ずつぐらいこういうのを芝居って言ってるんですよ。裏で。で、大物が引っかかった時にゴーンって騒いだろうと思ってやってるんです。で、それはまあ僕はずっともう個人的にやってることで、まあ、ケーキさんに言わせると、菅野は常に裁判やってるっていう状態がこの5年ぐらい続いてるんですけども、サンクスという小山美恵さん。まあ、という人生でございます。で、まあ、兵庫に関してはですね、ちょっとスキームが違います。兵庫に関してはというか、兵庫に関しては、ドンマッツがね、この間書い取りましたけども、SNS 正常化作戦っていうのを、兵庫県政を正常にする会と、ことを言うとうわけですよ。やってるわけですよ。で、それどういうことかっていうと、こいつちょっとあかんな、ちょっと別件やけど、こいつ俺に明確に子供に手を出したって言うてしもてんな、こいつ。それで開き直っとんな。ちょっと待ってな。これあかんな、こいつな。ちょっとこれはダメですね。ちょっとこれはダメですね。ごめんね。ちょっと別件でちょっとダメですね。これはダメですね。俺の子供の話する必要ないよな。まあいいです。ちょっとそれ別件でごめんなさい。話をしてる最中にちょっと、あれをしましたが。です。で、ちょっと話戻しますね。ちなみに、俺の子供の話を持ち出したのは斎藤元彦の支持者ではなく、口では斎藤元彦はあかんとか言うときながら、レベル君とかマッツとか俺とかのことをずっと書き続けてる、いわゆる兵庫の金蓮という人です。まあ、それはええんですが。ということで、話を戻すと、今回開示請求が、認められた開示請求に対する発信者情報開示命令が下ったのは、こういうことを投稿しとるやつです。で、こういうことを投稿しとるやつというのは、まあ、あちこちにいてね、さっきもちょっと言いましたが、だいたい僕年に3人ぐらい訴えて、一個一個勝っていってます。当たり前です。勝つに決まってるんです、そんなもん、裁判は。で、勝てば勝つほど次の裁判の手間が省けるってやつですね。で、まあ、それはええんですけど、年に2、3人ペースしか、金続かへんもん、俺がって。1回20万、30万ぐらいかかんねんもん。年に3回やったら120万ぐらいかかんねんで。で、まあ、それはもうこの5年間ぐらいずっとやり続けてることなんで、それはええんですが、兵庫に関してはちょっとやり方を変えています。やり方を変えてるというよりも、すっごい大量にあるので、兵庫に関しては。斎藤元彦の支持者ってアホばっかりなんで、見境がないんで、こういうことを普通に書き寄るんですよ。増山が議会であんなこと言うたのに象徴されるように、大体能力低い、社会人能力のない奴らが多いので、まあ言えば大量なわけですよ。善悪の判断のできない田舎の人が多いので、かつ、現に人が死んでいるという害悪があるわけじゃないですか。竹内さん亡くなってるわけでしょ。竹内さん亡くなってるし、人が亡くなってるわけですよね。奥谷さんとか家までネットで煽られてくるみたいなことが発生してるわけですから。兵庫の場合は人が死ぬという形で悪質な状態になってて、兵庫県政の正常化は増す SNS の正常化からだろうということで、兵庫県政を正常にする会として予算を取って、バルクで弁護士を雇って、バルクで自動的に悪質な投稿が集まってきて、それを一件ずつ弁護士が読んでいって、弁護士が開示請求を自動的にかけるという、このワークフローが出来上がってるんですよ。いや、どういうことかっていうと、誹謗中傷、名誉毀損ツイートをネット上のデータベースに置いといて、弁護士さんが1日何分かかけて、それ上から順番に読んでいくわけ。で、それをいけるいけへんで判断して、もう、ところてんでどんどん開示請求出すというワークフローが、半年前から動き始めてるんです。それの、ワークフローどういうことかっていうと、まず、渡瀬県民局長、竹内さんに対するもの。菅野保、ドンマッツ、それから兵庫県政を正常にする会のメンバー及び関係者に関するもの。で、その他公共性のあるものを見つけると、開示請求、ドンとかけて出てくるということをやってます。で、これに予算数百万かけて、
確保して用意してるということなんですね。で、これ何のためにこういうことやってるかっていうと、僕が名誉を守るためとかではなくてね、それこそ正常会を作る時の一番最初のファシリテーションミーティングの時に、一昨年の2月ですよ。一昨年の2月のタイミング、ごめんなさい。去年の2月のタイミングです。ごめんなさい。去年の2月ですね。2025年2月のタイミング、選挙から3ヶ月後のタイミングでは、怖くていけないという声が圧倒的やったんです。さすがに選挙期間中に奥谷さんの家の前にわー来るとかね。いろいろあったわけじゃないですか。写真撮られたら嫌やとかね。でその頃歩道橋も何もやってなかったですから、いわゆる抵抗運動というのが全然組織化されてなかったんで、2025年の2月のタイミングではね、どんな奴に何されるかわからへんという、まだあの頃は立花もシャバにおったし、立花、尼崎の岸和田の選挙で調子乗っとった頃やしね、ということもあって、全然、もう、ちょっとでも斎藤元彦おかしいって言うたら写真撮られてネットに上げられるとかされるとかってみんなビビってたんですよ。それよろしくないでしょ？よろしくないでしょ？で、みんなよろしくない。で、環境としてよろしくないよね。不健全よね。で、先ほどのこの事例もわかるように、こっちの言うてることがね、論理的におかしいとかっていうことを言ってくんやってええけども、まあ、田舎の人やから、斎藤元彦の支持者っていうのは田舎の弱者しかいない。まあ、今回開示請求かけてみて、俺の田舎の弱者しかいないというのは本当にそうだったんだなってことはよく分かったんですけど、斎藤元彦を支持できてしまう人っていうのは田舎の弱者しかいないので、田舎の弱者って人と議論できないから、すべて反論が対人論証なんですよね。対人論証しかないのよ。対人論証しかないということですから、まあこういうすぐプライベートな話になるわけですよ。どうでもプライベートな話を持ってくるわけですよ。だってあいつら理屈で語れへんの分かってるからさ。対人論証ってそこの対人論証の対カタカナで書いたらお前サワディーカーになってもやない。コンプッパーちゃうねん。その対人論証してどうすんねんお前。ヨガファイヤーかお前。あれインド人か。で、なので、それよろしくないでしょ？で、よろしくなくて、ということは、それは兵庫県の中での、兵庫県の中でのっていうか、兵庫県の言論空間が歪であるということを何とかしなければいけないということで、要はもう、声を上げても大丈夫ですよという状態を作りたいということで、こんなことをやってるんです。オペレーションがスタートして半年なんです。約半年。まあ、もうちょっと7ヶ月ぐらいかな。7ヶ月ぐらい今6月やからね。7ヶ月ぐらいですかね。7ヶ月ぐらいなんですが、まあ、最初の事例の答えがようやく出たということですね。ということですね。あとはところてんみたいに後ろに続々と待ってますんで、まあ、今回出たのが、まあ、一人名前分かってもうてますけども、結構大物アカウントやったでしょということですよ。で、二つ言うとかなあかんこと。詳しくは松がツイートに書いてますんで、松のツイートを見ればいいです。松のツイート、これですね。リンク送っときましょう。で、松のツイートを、見てもらえれば大丈夫です。それでやってて、次々と今、手続きが進んでいるところで、今月はこれぐらいで、来月、再来月とどんどん、こいつの身元も分かりました、身元も分かりましたということになっていくんだと思います。で、こっちは、神戸の夜景くんの場合は、俺が毎朝7時に配信するの知ってんのに、朝の7時に電話かけてくるってことをしたからね。配信の中に彼の声が漏れるということが発生しましたけど、こっちはわざわざそんなこと言いませんから。気づいたらお手元に訴状が届いている。弁護士からのお手紙が届いているということ。こっちは一人分かったから、こいつのが分かったとかで騒ぎませんからね、いちいち。なので気づいたら手元にお手紙が届いてる。気づいたら家に弁護士からのお手紙が届く。裁判所からのお手紙が届く。あるいは今一個進めてるのは警察から連絡が来るというようなことになります。なので、これね、別に俺たちの仕事が遅いから7ヶ月かかってるっていうのもわけではなくね、裁判の手続きというのはそれぐらいの時間かかるんです。この兵庫とは別のところで俺がやってるね、兵庫県政に関係のない時にこういうこと言うとるアホ行さんおるでしょ？
で、こいつらにやってる年に3人ずつぐらい裁判に勝ってるんですけど、年に3回言うてんのは、お金もかかるし、時間的にもそんなもんなんですよ。そんなかかるんです。だから7ヶ月というのは普通の流れです。普通の流れです。普通の流れです。なので、この配信を見て、あ、神戸の野球とか何なんで行かれたんやと思って、例えばこれ見て、自分もとか思って今ビビってる人いるかもわかりませんが、まず一つ申し添えていかなきゃいけないのは、もう遅い。もう遅いねや。賞味、賞味。もう遅いです。もう遅いねや。で、鍵垢にしてもダメです。なぜかわかる？誰かがそれを見てるからです。そりゃそうよね。本田先生みたいに、東大の本田先生みたいに、フォローしてるの0人で、フォロワー10万人の鍵垢なんか、まあめったにいないですよ。誰かのことをフォローしてるんです、そいつも。だから鍵垢が有効でない奴がいるわけですよ。鍵垢にしたけども見れてる奴の中に正常会のメンバーはいるということです。胸に手当てて鍵垢にしたら好き放題かけると、自分のフォロワーは斎藤 C 社ばっかりやと思ってる奴いると思うけども、お前のツイートは今もまだ監視されてる。で、鍵垢にしたところで不特定多数でないと言い張るのは、判例から言うと成立しません。誰のアカウントのことを言うてるとは、俺は別にこのアカウントやあのアカウントや言うてへんで。言うてへんよ。見れるやつは見てるわけですからね。正常会のメンバーあんだけ数百人規模でおるわけですから、兵庫県田島から淡路島まで正常会の目は光っております。まあ田島から淡路島まで光ってたところで福島の山奥からあんなツイートしとったらね、まああれやけども、ということです。なのでもう遅いねやっていうのが、もう遅いねや、雨の中で言おうか、もう遅いねや、ちゃっちゃっちゃっちゃと縛れるな。あともう一つ、鍵垢にしても同じです。鍵垢にしても同じや言うてるのとそう言うてるように、あれです。逃げれないです。ほいでね、その7ヶ月かかったっていうのがね、遅いように思うでしょ。僕も遅いと思いますよ。この兵庫の問題やり始める前からこういう名誉毀損案件をね、年に3人ずつぐらいこう、血祭りに上げてきた。俺から言わせると全部遅いなと、もっと早く行かへんのかな、テンポよ行かへんのかなと思うことばっかりですよ。でも7ヶ月でしょ。でもね、俺ね、最近ね、7ヶ月かかってええなと思うようになってきたんですよ。なんでか言うたらね、書いとうやつ忘れとうでしょ。いや、こっちは別に泳がしてるつもりはないのよ。その場で抑えて、その場で法的プロセスに入っても、裁判所の中でゴタゴタがいろいろあって、その一番最初開示請求かけるときというのは、書いたやつと直接やるわけじゃないからね。ツイッターやったらツイッター、YouTube やったら YouTube と最初裁判するわけやから、こっちは。わかる？最初。で、それでツイッターやったらツイッター、YouTube やったら YouTube で、こっちの裁判が勝ったら、まず出てくるのは IP アドレスしか出てけえへんわけですよ。で、その IP アドレスを根拠に今度は NTT ってやった NTT、ソフトバンクやったらソフトバンクとまた裁判するわけ。出して言うて。だから本人にたどり着くまでに実は言うと2回裁判やってんのよ。だから7ヶ月もかかんの。で、その7ヶ月のプロセスに本人は全然関与しないわけですよ。ある日突然プロバイダーからこんなこと言われてるけどあんたの身元を向こうに渡すでっていう連絡が来ちゃうわけ。ほんなら出たらこうやって分かったらこっちは情報、その名前と住所と電話番号分かったらうちの弁護士の手紙が相手の手元に届くというのが大体書いてから7ヶ月後なんですよ。本人が気づくまでが。そうでしょ？だって最初はツイッターやったらツイッター、YouTube やったら YouTube と裁判すんねんから、本人は全然知らんわな。で、その後、だから最初は SNS 運営事業者と裁判して、その後プロバイダーと裁判して、初めて相手の手元にお手紙が届くということですから、この7ヶ月のプロセスの間に自分が何言うたかっていうのを忘れてしもてるわけ。かつ7ヶ月も置いてるから、こっちが法的プロセスに入ったツイートの後とかにも、またさらにいろんなこと書いてるわけですよ。で、大体ほんでこっちはほっといてますから、どんどんエスカレートしていってるわけですよ。で、じゃあ、名誉毀損の裁判スタートしたって言うたら、その7ヶ月の中でエスカレートしたやつが積み上がってるわけ。どんどんこっち勝ちやすいわけ。
こっちは別にその意図して泳がしてるとか、意図してビビらせようとしてるわけじゃ一切ないのよ。こっちは粛々と法的手続きを進めてるだけなんだけど、結果そういう効果が生まれるわけですよ。で、こっちはそれ意図してへんけど、そういう効果生まれるのは面白いなぁと。もうその頃になって手紙書いて、NHK に手紙書いて、二学師匠に、上沼相談員はどうですかって言うてもうたところでもう全然間に合わないですからね、もう。全然丸く収まらないですからね。今のはちなみにやりたいだけでした。やりたいだけですね。別に深い意味はないです。なんで突然二角師匠のモノマネしたのかわかりませんけども。どんなんかな言うてね。上沼相談員って言いたいだけの話です。上沼って言いたいだけです。もうそやからあと頼るのナイトスクープに頼るぐらいしかないですよ。ベッドの周りに何もかも脱ぎ散らして、週末だけの秘密の部屋おどけて、ちくを、あれ歌なんですよ。窓が広しの歌。窓が広しの歌って大概ええんですけどね。基本同じフレーズの繰り返しというのが彼の、みんな飛んでってバカにするけど、あの歌もええ歌ですからね。忘れてしまいたいことや、今の私に多すぎる。ね、そんな話はどうでもいいんですけど、もうナイトスクープぐらいしか頼るとこないです。で、言うたところでナイトスクープが採用すると思わへんしね。もうだから諦めてください。逃げれないです。で、唯一逃げれる方法があるとすると、これはほんまの話やで。これ別に、そうしてほしいから言うてるんやなしに、実際事例があってそれしか方法ないんやけど、2ヶ月間ぐらい心当たりがないやつは、ごめんなさいって書き続けることです。いや、それしかないです。それは俺が許さないじゃなくて、裁判所が許しますから。謝ってるからええやんけって言いますから。こっちは許さないですよ。こっちが許す言うてんちゃうよ。菅野さんごめんなさいって。マッツさんごめんなさいって。で、こっちは許さないじゃないですよ。そうしとくと裁判所の印象は良くなりますよということを言ってあげてるんです。別にそれで書いた、泣いて謝ったことを書いて反省してますってことを書いたら裁判がやまるということを言ってる。裁判は続くけども、あなたがもしそこでこの回春の情を見せているようであればね、裁判所も、お上にもお慈悲というものがあると。知恵蔵の富山の金さんやったらそういうやつですね。おめら、ここらあたりで白状しねえと。ですね。お上にもお慈悲というものがあらあな。です。やりたかっただけなんですけど、いや、これほんまの話ですよ。ごめんなさいって、こう書いてたら、これは裏を取らずに書きましたとかで、憶測で書きましたとかっていうことを、ちゃんとね、ごめんなさいだけでは足らんですよ。謝罪ですからいつでも言うてるように、原因を自分で、なんでそんなことをしてしまったかという原因を解明して、その原因を説明して、二度としないためには、こういうことをしますよと。いう再発防止の手立てを説明して、その上で心の底からごめんなさいと言い、現状回復をしてお金を払うというのが謝罪のセットですからね。そのお金を払うというとこ以外のことをやっとけば、裁判でお金を払うという額が小さくなりますよということを言ってるだけのことです。これ普通の話でしょ？これ精神論じゃないでしょ？謝罪のセットっていう話をずっとしてるじゃないですか。ごめんなさいは謝罪じゃないんですよ。謝罪というのは経緯説明。なぜそれがそう起こってしまったのか。で、それと同じ失敗をしないためには次どうするのか。で、現状回復してお金を払う。その上でごめんなさい。で、この4つが揃って初めて謝罪というのが成立するわけです。で、これはもう裁判の世界でもそうやと言われてるわけです。で、そのお金を払うという、その最後のステップだけを除いてことを先にやっとくと、最後のお金を払うという額が小さくて済みますよということです。だから別に俺が許すとか、マッツが許すとか、正常会が許すとか、そんな話をしてるんじゃないです。世の中というのはそういうもんですよという話をしてるんです。だから日本の戦後処理みたいなことしちゃダメなんですよ。日本の戦後処理がなぜ近隣諸外国から認められないかと、この4点セットのうちの2つしかやってへんからですよ。お金払うのとごめんなさいしか言うてへんからですよ。
なぜそうなったかの原因分析と、二度と同じ失敗をしないためには何をするかということの改善策の提示がないから、諸外国からしたら、なんぼごめんなさい言われて金払われても謝ってもうたような気にならへんわけです。で、向こうから見たら、なんやねん、俺金払って謝ってへんけど、なんで気済まへんねんっていう一番最悪なパターンやね。で、ブリカス、イギリス人は狡猾ですから、金払わんとごめんなさいと言わんと、なぜそうなったかと再発防止策だけ提示するという謝り方をし続けてるんですよ。そうすると誰にも謝ってへんぞ。誰にもごめんなさいとも言うてへんし、誰にも金払うてへんけども、きっちり原因分析と再発防止策立ててるから、謝罪した見てもうたみたいに見えるという。でその代わり絶対ごめんなさいとは言わないっていう。それがブリカスの連中のやり方です。日本は逆。金払うごめんなさいっていう。そやけどまた同じことやっちゃうかも。で、どっちがまともかってことですよ。大人としてね。ほんまにこれ冗談抜きで、ごめんなさい、なんでそんなこと書いてしまったかっていうと、ということをやると、最初の4点セットのうちの3つは揃うわけですから、裁判でもそれは有利に判断されますよということを申し上げてるわけです。わかりました？だからもう、そやからナイトスクープに手紙書いてもしゃあないですよ、もう。複雑に入んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に究明する大抵ナイトスクープ。私が局長の上岡龍太郎です。っていうでももうしゃあないです。これもやりたかっただけです。途中ちょっと噛んでるし。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。